全部をねその探っていくとあれなんで、じゃあまあその住んでるところは僕たちは北部にいて、はい、イーランにいます。で台北の出身の人で、まあ北部の印象ってまあいいっすよね。まあ雨多いです。雨多い。で中部って言ったらどんな感じです？印象ぶっちゃけ印象がないでもいいですけど。中部だったら私お母さんは台中出身ですから、時々台中お母さんの実家に家族で一緒に戻るんですけど、だから私の中部に対して印象はだいたい台中かな。台中まあ、とりあえず暑いところ暑い。と中部は1年に1回のすごく大きい台湾の中でも有名な行事があって、マ祖绕境ということを聞いたことありますか？なんかマソ様のはい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 。なんかなんか廟の中に飾ってるお人形というか何かをこうぐる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 あっちこっち移動させたりする。はい、なんかちょっと日本の神社とかにもある、はいはいなんかすごく華麗なあれは行というものですか？はい。なんか4つの男が運んで、はい、そう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 、腰っていうのかな、腰まあいろんな呼び方があるんですけど、そのでも腰だと、みこしを、みこしね、おみこし、おみこし、はい、おみこし、おみこし、はい。あれはマズラウチの時も、人がマズ様のおみこしを運んで、いろんなところ、多分台湾一周を回して、こういう行事ですから、まああれマズ様の経典は中部にあるんですから、まあ、中部の印象だったら絶対台北よりいい天気だし、あとさっき言ったマズ様のこの行事も、あとはなぜかわかんないけど台湾台風多いですよね。でも中部は時々無事、なんか台風が来ても無事みたいな感じ。やっぱマズ様がいるかな。なんかよく言われる。もうよく、もうネットでよく言われる。ネットでよくある、悪いことが起きてもマソ様が守ってくれるの、この信仰はね、なんか全台湾あるあるですよね。これ福建系の人も持ってる信仰なの。闽南系の人とか別にそれに限らず、海に出ていった肝心の人たちがまあ等しく僕たち海に出ていくちょっと心配だなマス様に、お祈りしようみたいな、そういうそんな感じのがみんなでこうシェアされてるんでしょうね、おそらくね。はい。まあそう信仰、もうこれね、もうこのトピックだけでね語るとね、もうね1回分消費してしまうぐらいのね、もうまあそういうのがそのうち話していきますが、そういうのがあるっていうね、まあいろいろ聞きたいことがね、この神様ちょっと特殊だなというのがあってね。これなんかもともと信仰かなんか宗教的に言えるかどうかも疑問しています。なんか日本の中でもいるんですよね。なんか、神道教は一体創業かどうか、日本人の文化かどうかどっちが、なんか日本人に聞くと何が宗教を信仰していますか、なんかいやしてないとかと答える人が多いんですけど、まあ普通にみんななんか初詣とか神社、お寺に行くんですよね。でこれはちょっと台湾のこういうなんかマ祖様とか他のいろいろな神様みたいな感じで、別に特に信仰しているかどうかはわからないんですけど、なんか聞かれたら何か宗教信仰していますか、多分みんないや、信仰してないですけど、普通にお寺に参って、まあ、バイバイするんですよね。バイバイ。そうです。道教とか、まあ神道でもそうですけど、そこら辺はその緩いというか、そんなめちゃくちゃ厳しい宗教とかっていうわけじゃなくて、生活の中の行事ですよね。なんか文化とか行事、その暦があって、カレンダーがあって、この時期になると何々のお祭りをしようかとか、この時に合わせてお休みにするから家族の人で、みんなで会ってねとか、どちらかというとそういうなんだろう、その台湾の人たちの中の生活の中でどういうリズムで1年を回していくかっていうののリズムを作ってるとか、そっちの部
分が大きいのかなと思います。はい。ちなみに私、新しいマソ様の新しい病名を、はい開けますよっていうののそのパーティーに参加したことがあっあ、そうでて、すか。はい、なかなか大変なもの、すごいですね。もうこれもね、まあ大変、これね、もうこれ話すとね、もうね、ここのイーランについての話とかっていうのはもう延々にたどり着けないかと思うんで、そうなんです。で、そう中部はそんな感じで、はい。南部はどん南な感じ？部はよく行くのは台南ですね。なんか嘉義とか雲林、高雄、あんまり行かないかな。だから、まあ、台南は多分台北以外の日本人も結構好きなところで、まあ、とりあえず美味しいものがいっぱいあって、まあ、今台北も物価が高くて、でも台南の食べ物はまだ安くて美味しいから、まあ、ぜひ観光でしたらおすすめです。と一番南のはピンドンというところで、ピンドンの垦丁も一つの、まあ、有名な観光場所で、夏だったらみんなあそこにいて海とか行って、はい、南部はこんな感じかな、まあ、いつもいい天気ですから、なんか冬の時行っても全然大丈夫だと思います。冬の方が逆にいい。ちょうどいいくらい暑さかなと思って。それでその東部はなかなか人来ないですもんね。いや、東部そうではない。は台湾人の中でも人気だと思います。東部は花蓮と台東この2つ大きな県、なんか両方長い、細長い県ですから、両側、この2つの県の東は海辺ですけど、西はすごく高い山があるから自然がすごいところがいっぱいある。なんか景色もなんか国立公園もいっぱい建てられて、ですからまあこういうところは車運転しないといけないですから、もし台湾で車運転できるならすごくいい旅行スポットになるだと思います。そして最後にこの本風金門蓮ちゃんのこの島々ゾーンを。島々の中で、まあ、なんかポンフだけさっき言ったこの3つポンフ金門連チャンはまずよね。この中でいたことあるのはポンフだけです。はい、ポンフだけかな。ポンフちょっと形が変。なんか、こんな感じ。ちょっと、特殊な形をしている。はい。一周回れない、なんか、半周ぐらいの丸い感じの島。C みたいな感じ。はい。C のなんか立っている C みたいな感じの島で、まあ、なんか、あそこ、海鮮が有名で、海鮮が美味しいけど、まあ今は観客多すぎて物価が高いですよ。なんかあそこで、なんかご飯を食べるとちょっと台北みたいな値段になっちゃうから、私も2年前初めて行きました。で、びっくりした値段に。で島はね、高くなっちゃいますよね。まあ、この前コロナの時、海外旅行ができない時、多分台湾人みんな島々に行くんですから、まあ、このリストの中にないけど、台東の外でも島がいくつあるんだよね。ありますよね。リストに一応入リストでも島は県じゃないから、そう。台東の外の島、绿島と蘭屿有名ですね。スクーバダイビングとか、スノーコリングとか、あそこもすごく、まあ、水がきれいですから、あそこは多分スクーバダイビングのいいスポットだと思います。これね、その今までこう聞いてきて、で、まあ一応その印象強いゾーンって言ったら、まあ北部とか台中が印象が強いですよ。で、まあ台南に行くこともありますよって言って、で、まあその本府は行ったことあるけれども、他のそのちょっと遠い島になるとなかなか台湾の人でもそこに家族がいないと行かないっていうことになるんですかね。ちょっと遠い。まあ多分観光したいなら別に
けないところではないんですけど、まあ私は旅行すれば美味しいものがあるところが好きですから、まあ先にポンフ行きました。はい。はい。でこの問題の我々のイーラン、はい。さっきのイーラン、カレン、タイトンってこの3つの県をなんだろう、なんかトンファーイートンファファートンなんか3つまとめて呼ぶ呼び方ってありませんでしたっけ？なんかイーファートンイーファートン、イーかな。ファートン、イーファートン、イーファートン、上から頭文字上からだ、ですね。下からだ、トンファーじゃなくてイーファートン、そう、上からイーファートンと分類されるの時っていうのはどういう気持ちを込めて台湾の人たちはイーファートン、あのゾーン、イーファートンのゾーンっていう、多分中央、はい、中央山脈、はい、台湾の一番長い、高いはい、山に分けられて、はい、東、西になるんですよね。はい、で、東だったらイーファートン。はい、そうそうそう、この辺はこそうなんです。んな感じかな。そんな感じだと思います。はい、非常に良い特徴がね、今ね出てきましたけど、真ん中にものすごい高い山があるんですよね。で、これのおかげでね、みんななんで日本人の観光客の人たちが台北行ったりとか台南行ったりとか、台湾の新幹線便利だよとか、新幹線西だけしかよない。ね。で、このイーファートン、このイーラン、バーレン、タイトン、3つつながっているけど、もう交通不便。普通列車あるんですけど、交通スポットまで行くのはやっぱり車がないとダメかな、だと。はい、ちなみにちょびっと私のエピソードを含みますけども、私イランに10年住んでおります。10年以上、13年住んでおります。すごいですね。私よりすごいですよ。イランに詳しい。はい。そうですよ。私が13年前の時にここに赴任した時に台北のバスの中でおじさんに言われました。はい、中央研究員ね。でどこに住むの、何するのって言った時に、イーランの中央研究員に、イーランにある臨海マリンステーションに行ってた時に、はい、イーランとか家族連れて住むとこじゃないからと言われました。そんなところは住めないっていう。13年前、私まだ小学生な。あの時は、まあ、なんか、休み、祝日の時、お父さんお母さんと一日、なんか、日帰り旅行するだけかな。私、13年前だったら、私、イランに対しての印象は、伝統芸術中心。はい。あそこ行ったことありますか？はい、ありますよ。なんかいろんな台湾の伝統的なイベントとか文化が体現できるところ、はい、ですから小さい頃イランあそこしか遊ばなかった、あそこだけなんかいっぱい台湾の伝統的の技術で作られた飴いっぱい食べ巡って、はい、その後直接もう台北に戻るんです。もうそれはね、そうせざるを得ないと思います。自然の中で遊ぼうと思っても交通がないからまず無理だと思う。だけど僕は10年以上住んでますんで、子供たちと遊びましたよ。山の中のそのね、滝とか渓流で魚を捕まえるわけですよ。めちゃくちゃ楽しい。そういうアクティビティはすごく楽しいです。田舎の遊び方を知ってる人からするとめちゃくちゃ楽しい。自然がいっぱいあるところですよ。どうやって魚を手づかみするかとかを、そういう経験ないですよね。普通しないですよね。すごく都会で育てられた岩の間にこう手をこうさーって入れていくと、魚がこうね、隠れ家と間違って自分の手の中に入ってきた瞬間にスッて掴むと、その魚捕まえられるよとか、そういうアクティビティ、そういうのを子供に教えるっていうね。すごいですね。まあね、こういうアクティビティは日本でよくなんか家族で行くんですか？体験するんですか？体験するっていうのはその都会に住んでる人の発想で、田舎にいると必ず日常的に土地の老人の人とかまあ知り合いのおじちゃんとかが、今日はうなぎを釣りに行こうとか、今日はイノシシを打ちに行くとかね、そういうことをやるわけですよ。長靴を履いておかないと蛇に足を噛まれるよとか、そういうトレーニングを必ずちっちゃい頃は受けるんです。はい、そういうのまあない。台湾はね、なんか西はもうなんかまあ住みやすいところですから、もう
基本的に都会がいっぱいですから、まあ東だったらまあ山が多いですけど、山が高くて住むのはちょっと難しいと思います。難しいですね。なんか花蓮と台東の中でもさっき言ったのは中央に一番高い長い山があるんですけど、まあその山と